皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日は、ラジコン飛行機を飛ばそう。第5回、旋回する方法をお送りします。さて、通常、飛行機の操縦は、まず、速度の変更、次に、高度の変更、その後に旋回を学びます。が、ラジコン飛行機はそうはいきません。まず、最初に旋回を覚えることになります。理由は、旋回しないと視界から消えるからです。飛行機の旋回は難しいです。スラスト、ラダー、操縦桿を同時に、かつ的確に操作する必要があります。この問題を解決する方法に、エルロンで傾けてアップを引くと旋回というのがあります。この講座では出てこない単語がどっさりですね。ラジコンの本やラジコンの YouTube でも見る方法ですが、これは旋回ではなく曲芸飛行ですので、この講座では扱いません。これだけを覚えてしまった人は、曲芸飛行をしながら曲芸着地をするという、普通の人間には実現不可能な問題に直面し、解決できなくなります。さて、話を戻しましょう。実は、ラジコンや模型を使用して、旋回を説明するのはかなり難しいので、今回は葵ちゃんに手伝ってもらいます。どうも、葵です。それじゃあ行こうか。あれ、かわいい水蒸気だと聞いたのですが、これ、いつもあかねちゃんが飛ばしている、アルバトロスですよね。あと、なんで私が前席なんですか？ハンガーにこれしかなかったんだよ。私の水蒸気は、お姉ちゃんが持ち出しちゃったみたい。この機体は鉱石が強悍だから、これで正しいよ。フラップテイクオフポジション。パーキングブレーキ解除。セットテイクオフスラスト。あ、これちょっと気持ちいいかも。ローテート。ポジティブ。ギアアップ。フラットアップ。ヤマガの本拠地、あんな豪華でしたっけ？時空がちょっと違うからね。さて、まずはバンクしてみようか。これが姿勢指示器。まず、左に20度バンクしてみよう。ここで注目してほしいのは、飛行機は、バンクしても旋回しないってことだ。これがコンパスだ。全然回転してないでしょ。確かに、風景は回っていますが、コンパスは回っていませんね。風景が回って見えるのは、左にスライド移動しているからだね。つまり、左に滑るだけで、回答しないんだ。じゃあ、ここで、左のラダーペダルを踏んでみよう。ちょっと強めに踏むから、揺れるぞ。少し遅れて、コンパスが回り出したね。確かに、バンクは20度のままなのに、コンパスは回っていますね。さて、さっき省いた説明を、今からするぞ。聞いてからラダーを踏むタイミングまで、映像を巻き戻して見直してほしいんだけど。ラダーペダルを踏むと、機体の踏んだ側に倒れるんだ。さらに、やや前方に傾こうとするぞ。つまり、左にラダーを入れたら、操縦桿を結構右に倒しつつ、ちょっと後ろに引かないと、姿勢を維持できないぞ。今も、操縦桿が結構右に傾いてますね。そうなんだ。話だけ聞くと違和感があると思うけど、左旋回中の操縦桿は右に傾けるんだよ。旋回をやめるときは、まず、ラダーをゆっくりと中心に戻す。そうすると、操縦桿は右に傾けているので、必然的に機体の傾きが戻るんだ。水平に近くなったら、操縦桿も中心に戻せば、旋回が終わるぞ。今度は右方向に旋回してみようか。まず、操縦桿でゆっくりと右に機体を傾ける。バンク10度あたりからラダーを右に。すると、機体がさらに右に傾こうとするから、操縦桿は左に動かして姿勢を維持する。
ラジコン視点だとこんな感じだ。ちなみに、飛行機に詳しい人なら、ラダーが過剰操作になっていることに気がついていると思うけど、ラジコン飛行場だと、これくらいやらないと旋回間に合わないぞ。旋回をやめるときは、ラダーを中心に戻して、機体のバンクがゼロになったら、操縦桿を戻す。ところで、この機体って頑丈ですよね。そうだね。本来は戦闘機の訓練用だから、ハイジーも大丈夫だよ。私ちょっと、エルロンで傾けてアップリフト旋回を経験してみたいのですが。いいけど。自分から言ったのだから、恨まないでね。あ、これ無理かも。スト。ゆかりさんの気絶は、シミュレーターによる、人体のシミュレートによるもので、単なる演出ではありません。民間機であれば、気絶する前に機体が分解します。だから、エルロンで傾けてアップ引くと旋回は、ありえないのです。さて、次回は、ラジコン飛行機で旋回してみよう、です。お楽しみに。ゆかりさんが心配な人は、高評価を押せば、回復が早くなるかもしれません。チャンネル登録もお願いします。では、また。